皆さん、街を歩いていて韓国人かなと思ったことはありますよね。観光客や留学生ぐらいしかいないだろう。そう思いがちです。でも実は違うんです。日本には8種類もの韓国人が暮らしています。留学生、会社員、永住権者、中国出身の小専族、脱北してきた人、さらには戦前から続く在日コリアンまでいるのです。そして全部裏ストーリーがあります。なぜこんなにも多様な韓国人が存在するのでしょうか。僕は韓国から日本に来て9年、その歴史と現実を肌で感じてきました。この動画を見れば、街で出会える韓国人の物語が一気にクリアに見えてきます。まず一つ目は韓国系コリアンです。これは留学生とか会社員などのことを言います。一番わかりやすいですよね。韓国人留学生は約1万5千人と言われています。会社員として働く人も数万人規模です。渋谷のカフェとかでパソコン開いて就活対策をしている韓国人とか、丸の内でスーツ姿で歩く韓国人とか、きっと見かけたことがあるはずです。僕自身も9年前、福岡空港に降り立った瞬間、見知らぬ街の匂いと音に震えながら、ここから始まるんだと心臓がドクドクしたのを今でも覚えています。で、2番目は永住系コリアンですね。例えば30年くらい日本に住み続け、韓国語が片言になった人たちです。留学とか授業で来日して日本社会に溶け込んだ人たちですね。実際僕の知り合いのおじさんもそうで、韓国籍なのに韓国語は話せなくなったということです。話せるとしても、なんか日本人っぽい韓国語なんですね。こういう僕の今みたいなイントネーションで韓国語を言っている感じです。지금말하는것처럼한국어를말하는느낌입니다的な感じなんですね。こういう人たちってファッションとか髪型とかも日本人化しているので、名前を見て漢字3文字だぞから気づくこともちらほらです。僕の未来ももしかしたらそうなるかもしれないですね。3番目の話はですね、中国から来た朝鮮族です。これ知らない方も多いと思います。世界に延べ200万人ほどいるとされ、その多くが延辺という場所とか、ハルビンなどの中国東北部出身ですね。韓国人の僕から見ても同じ韓国系の人なのにここまで背景が違うのかと衝撃でした。彼らは家で韓国語に似た中国系韓国語を話しつつ、外では中国語を使う。そして日本にいる人たちは日本語も話せる。いわばトリリンガルですね。僕も大学時代で中華朝鮮系の友人がいました。彼女は中国語、韓国語、日本語、英語が全部可能な4カ国語者でしたね。その方はですね、韓国でも北朝鮮でも中国でもない、なんかその狭間にいるような感覚の文化とか背景でした。4番目がですね、脱北系コリアンです。命かけて北朝鮮を抜け出し、日本にたどり着いた人たちです。韓国行きのルートを選んだら、そこで捕まる可能性とか、韓国に行ったとしても、韓国内の北朝鮮スパイが怖い。それで日本生活を望むんじゃないかなというふうに思いました。日本に住む脱北系コリアンは数百人規模と推定されます。よくある例は、夜の川を泳いで国境を越え中国を経由し、そして第三国、ヨーロッパとか東南アジアに行ってから、そこで日本大使館に行くパターンが多いと言われています。脱北者の方々にとって日本に来たら東京の夜景を見ると、星が地上に落ちてきたみたいな感覚になるんじゃないですかね。北朝鮮の地方とかに住んでいると明かりすらないですからね。彼らにとっては日本は自由と安全の象徴でも同時に言葉も文化もゼロからの再スタートです。5番目はですね、在日コリアンです。でその中で韓国を受け継ぐ人たちです。この在日コリアンと呼ばれる人々の多くは戦前とか戦中に日本に渡り、そのまま日本で暮らすことになっている世代のコマ語などです。その中で韓国系の方々は在日本大韓民国民団という団体に所属されていることが多いです。その方々は韓国籍を選び、韓国の文化やアイデンティティを大切に守り続けています。日本全国の隅々にいますよね。僕も留学当初、福岡の糸島市という田舎のど真ん中で韓国料理屋を発見しました。そしてその韓国料理屋の中には在日の方々が運営されていました。彼らは日本で生まれ育ちながらも韓国の歌とか料理とか伝統行事を守り抜き、ルーツを忘れないことを誇りにしています。
6番目はですね、在日コリアンの中で北朝鮮を受け継ぐという選択をされた方々です。彼らは戦後、祖国への帰属をめぐって南北に分かれた流れの中で、日本に暮らしながらも北朝鮮をルーツとして考えることを選んだ人たちですね。理由は大きく2つで、まず1つ目は親族が北朝鮮に属しているパターンですね。2つ目はですね、朝鮮学校の影響を受けた場合です。朝鮮学校は朝鮮半島の民族教育を目的とする学校です。で、その中で北朝鮮の内容も含まれてきます。で、これがですね、北朝鮮がめちゃくちゃサポートしていました。北朝鮮が朝鮮学校を100校建てる間、韓国は韓国学校を4校、5校ぐらいしか建てることができませんでした。それに対して感謝を感じる場合とか、朝鮮学校における北朝鮮の思想教育に影響された場合があります。それで北朝鮮を受け継ぐことになります。朝鮮学校全員が北朝鮮好きではないので、そこはご注意ください。別に北朝鮮が好きじゃなくても通えるというふうに僕は理解、認知しています。で、7番目はですね、在日コリアンでもう日本人と変わらないみたいな在日コリアンですね。彼らは韓国籍とか朝鮮籍を持ちながらも心の中では完全に日本人です。僕の知り合いの2世の男は韓国料理より寿司が好きとか、韓国語は全然できない。もう友達と話す内容も趣味も価値観ももう日本人って感じです。で、日本の方と結婚してもう3世とか4世になるともう韓国人なのか日本人なのかすらわからなくなっちゃう。で、僕も完全に日本人だと思っていた就活の仲間から実は在日ルーツなんだと言われたこともあります。8番目、最後ですが、在日コリアンですが、その中で最も数が少ない朝鮮時代を受け継ぐパターンです。数十人から数百人、多くても数千人規模なんじゃないかなと思うんですけれども、この韓国でもない、北朝鮮でもない日韓併合の前の朝鮮国の民としてアイデンティティを守っている人たちですね。僕は韓国で教育を受ける中で、この朝鮮国を受け継いだのは韓国であり、北朝鮮は不法占拠していると習ってきました。けれども、これよくよく考えてみると、韓国的な視点ですよね。日本にいる在日の方から見れば、1950年代、自分の祖国は大韓民国でも北朝鮮でもなく、その朝鮮国としてあったはずで、それが分断されて今2つになってるっていうところですよね。だから安易に僕があなた韓国人ですから僕と同じような考え方ですよねってラベルを貼るのはちょっと失礼かもしれないなというふうに思っています。だからわずかな人数、ほぼいないんじゃないかなと思うんですけれども、彼らも重要な歴史の証人として存在されてるってことですね。最後に重要な話があって、僕がこのテーマを持ち出したのは、ただ日本に住む韓国人の姿が一つではないことを知ってほしかったんですね。正直に言うと、韓国で育った僕は在日コリアンについてもうほぼ学ぶことなく高校を卒業しました。だから日本に来た当初は韓国語を使う人は全員同じルーツの韓国人じゃないだと思い込んでいました。でも実際違ったんですね。朝鮮学校に通う子どもたちとか、大韓民国民団で活動する在日の方だったりとか、どちらにも属せず静かに自分のルーツを持って暮らす方々、日本に来て初めて知りました。ここで強調したいのは、こんなにも多様なルーツがあるという、背景をお互い理解することが大事だということだと思います。きっとあなたの街でもどこかで韓国語は聞こえてくる日があると思います。その声の主人公が、留学生なのか3世4世の在日なのか、あるいは朝鮮族なのか、あるいは普通の韓国から来た会社員なのか、その背景を想像してみてください。ただの外国人ではなく、一人一人の違った物語がもしかしたら見えてくるかもしれません。本日の話は以上です。もしよろしければチャンネル登録をお願いします。パクンでした。アンニョン。